こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は吊るしても飾れる梅の飾りを2種類ご紹介いたします。色画用紙を2センチの幅で15センチに切ったものを5枚、同じく色画用紙を2センチの幅で10センチに切ったものを5枚準備しておきます。この2つの紙を重ねて片方の端で揃えます。短い方の長さの紙を同じように端に持ってきて揃えて、さらに長い方の紙も同じようにここで揃えます。そうしましたら、ここをホチキスで留めます。このように留まりました。同じように5つ作りました。これを根元のホチキスを留めたところを少し軽く広げまして、上の丸さをより丸くなるように形作ります。形を整えたら接着剤で貼り合わせていきます。接着剤はどんなものでも構いませんが、今日は木用ボンドを準備してみました。木用ボンドを使うときには爪楊枝のように細い棒があると塗りやすいです。一つ取り出して、この丸いところの下のホチキスがついている方から、どうですかね、この中の紙の中腹のあたりぐらいまでですかね、このあたりまで。大体で結構です。接着剤を塗りましたら、2つこのように貼り合わせてみます。2つ貼れました。同じように接着剤をつけて5枚を貼り合わせていきます。最後の5枚目を貼ります。5枚目は両側に接着剤をつけます。両側から貼り合わせていきます。これで5枚の花びらのお花のような形が出来上がりました。お花の中央に丸い紙を貼ろうと思います。お好きな色の色画用紙を準備して、身近にある型になりそうな丸いもので型を取っていきます。今回はペットボトルの蓋を型にいたします。裏と表2枚作ります。お花の中央に紙を貼っていきます。接着剤を少しこんもりと厚めに塗ります。中央に接着剤塗りましたら、紙をペタンと貼ります。同じように裏側も接着剤を中央に多めにつけて紙を貼っていきます。これで梅の形が出来上がりました。折り紙の立体的な梅の花も作ります。今日は模様折り紙と無地の折り紙で作っていきます。作りたいお花の大きさに合わせて身近な丸いものを型にして
それぞれ丸く切っていきます。丸く切った紙を半分に折ります。折った辺の真ん中から片方を持ち上げて、こちらの折った三角と残った三角形がだいたい同じになるところで折ります。そうしましたら裏に返して端と端を合わせてこのように折ります。だいたい1/3に折れました。折ったままこの角を丸く切り落としていきます。このようなイメージで切っていきます。もう一枚お花の内側にする予定の模様のついている方の紙も全く同じようにして折って切っていきます。はじめに切った方、お花の下の方にする予定の方を広げてみます。このようにお花の形になっています。こちらの方も同じような形で切れておりますが、こちらはさらにですね、この花びらのこのつながっている長さのここの部分ですね、この半分のあたりまで下の角を折り上げておきます。そうしましたら2つに折ったところまで広げていただいて、この2つの折り目に合わせて折り上げたところまでの線のあたりまで切り込みを入れます。広げていただいて、切り込みが入ってない折り目のところを花びらと花びらの間から切ってしまいます。さらにその向こう側の折り上げてあるところまでの切り込みを入れてこのような形にいたします。折り線が入ったところをすべて谷折りに折り返しておきます。そうしましたらこちらの切り離されている方の花びらと花びらをこのように貼り重ねたいと思いますので、接着剤を塗ります。そんなに全体に塗らなくても大丈夫です。こちらの下の三角のところまで軽く塗りましたら重ねるようにいたします。そうするとこのように立体的になりました。下にする方のお花も内側に折り目をすべて折り返しておきます。真ん中のあたりに接着剤をつけます。適当で結構です。そうしましたら上になるお花を貼り付けていきます。真ん中を合わせてペタンと貼ります。これで出来上がりです。紐やリボンでつなげると吊り下げることができます。丸い帯の梅は真ん中に貼った丸い紙の上に直接紐を貼ってつけます。マスキングテープのようなものを短く切って紐をこの花びらの真ん中から花びらと花びらの間に渡るように置いてピタンと貼り付けてしまいます。
このままですと少し斜めに下がってしまいますので、この花びらの真ん中に渡した紐のところにこのように花びらに少し切り込みを入れて、ここに挟むように通しておきます。これでまっすぐ吊り下げることができます。こちらの立体的な梅の方も裏側にマスキングテープで紐を留めて貼ります。この時に上にしたい方にたくさん紐が貼れるようにします。上の花びらにこのようにペタンと貼るようにすると、こちらも上下がしっかりつきます。折り紙でなく色画用紙で作ることもできます。丸の大きさを変えれば好きなサイズになります。一つだけでも可愛いですし、たくさんつなげて壁や窓辺に吊るしてもいいかと思います。ぜひ楽しんで作ってみてください。